こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は厚めの鉄板を切断するためにプラズマ切断機を買ってみたおっちゃんのお話です。では開封。エアーホース3メートルくらいでしょうか。これはエアー調整用のレギュレーターが入ってました。消耗品セット、トーチの消耗品パーツ、あとはエアー関係のコネクター類、レギュレーターのホース取り付け用のパーツかな。切断トーチのケーブル約3メートルくらい。デニムなカバーで覆われてました。割と柔らかめなケーブルです。説明書全編英語でした。必要最小限だけ書かれてる感じです。後で Google で翻訳しときます。電源の変換プラグとても巨大です。梱包はしっかりした感じ。本体はとても軽く持ち運びには良さそうです。とは言ってもおっちゃんは持ち運んでまで使用しなさそうです。それでも軽いのは良いですね。側面には排気口、前面には透明の保護カバーがついてました。前面の接続端子は全て形状が違うので差し間違えることはなさそうです。背面には電源スイッチとエアーホースの差し込み口があります。それにしても大きいコンセントプラグ、海外の仕様でしょうか。そのうちまたケーブルを切断してプラグの形状を変更してみても良いかもしれません。今のところは変換プラグも大きくて邪魔ですが不便ではないのでそのまま使用します。それでは説明書を見てみます。1、注意事項。2、技術パラメータ。3、設置の仕方。4、操作手順。5、トラブルシューティングとなってました。とりあえず使用方法を翻訳。次はエアーレギュレーターの組み立て。エアープラズマカッターなのでエアーを消費して金属の切断をします。レギュレーターはエアーの圧力の調整用ですね。箱にはレギュレーターと圧力計と取り付け金具が入ってました。説明書には載ってませんが勘で組み立ててみたいと思います。これがレギュレーター本体。ネジ穴が3箇所開いています。どれかが空気の入り口で出口。ダイヤルが硬い。実はロックがかかってました。この三角のマークが怪しい。このマークを基準に圧力計とエアーチャックを取り付けてみます。レギュレーターを本体に取り付けるための金具かな。この穴の開いた金具は穴のサイズ的にこんな感じで合いそう。バッチリ。エアー漏れを防ぐためにシールテープを巻いてねじ込みます。テープが短い気もしますがエアー漏れしなければ良いのです。そして巻き方も逆な気もします。結果エアー漏れしなくてよかったです。圧力計装着完了。だんだん形になってきました。ワンタッチでエアーホースの抜き差しができるエアーチャック。これも同じようにエアー漏れ対策をしてレギュレーター本体に取り付けます。水抜きの弁でしょうか。何やら動きます。おっちゃんの作業場のエアーホースにつなぐためにホームセンターで買ってきたカプラーをつなげます。この辺りは後で作業がしやすいようにいろいろと作り直しても良いかもしれません。ではこの謎の金具、付属のネジ的にはぴったりですがどこにつけるんだろう。説明書には書いてないので想像するしかありません。そこでおっちゃん想像力全開。本体をいろいろと眺めてみると背面にそれっぽいネジを発見。不自然な位置なので怪しい。思いついたら取り付け開始。
金具の長さ的にも良い感じです。説明書がなくてもなんとかなるものなんですね。しっかりとネジを締めたらレギュレーターを取り付けます。赤いプラスチックのパーツと金具を友締めにして固定します。大まかな形ができたようです。ですが合成がなさそう。本体にレギュレーターを取り付けてみましたが、水飲み人形みたいに動いていささか不安です。レギュレーターのダイヤルのロックも外しにくく、ダイヤルを回すたびに固定金具が動きます。これでは金具がすぐ破損しそうです。ということで本体外に設置。結局背面ではレギュレーターの調整がしにくいなというのもあって外部に設置をしました。がっちりついたので動きません。ここで前に言ってた三角のマーク、これはエアーの流れを表すマークのようです。このマークの通りにエアーホースを接続します。うまくいきました。それでは本体前面に隠しパーツを接続していきます。アースクリップ、突起を合わせて右回りにねじ込めば OK。 ガイドローラーとトーチの消耗品ノズルの交換ツール、今は使いません。切断トーチ、これにはトーチ自体のケーブルとスイッチの線、それとアース線の3本がひとまとめになっています。グリップのスイッチには誤作動防止の安全装置がついてました。今は電源オフですが、電源をオンにしてるときは危ないので先端を触らないようにしましょう。アース線とスイッチ、トーチのケーブル、赤いキャップのナットを外してアース線を取り付けます。指で締め込む感じで OK。 このスイッチプラグには既視感が、以前買った半自動溶接機のスイッチプラグと同じです。強く締め込むと壊れるので適度な締め加減で。次はトーチのケーブル、このケーブルを差し込めば本体のセッティングは完了です。このケーブルも指で締め付ける感じで大丈夫です。すべての配線を取り付けしたら前面が結構ごちゃごちゃした感じに。ガイドローラーも試しに装着してみます。トーチの先にはめ込んでみました。ぴったり六角レンチで締め込む感じになってます。ちょうどな高さでトーチの先端に隙間が空くので感覚がわからない素人にはありがたい装置です。良い感じでローラーも転がるので使い勝手も良さそう。後で使ってみます。トーチの先端の替えも10セットついてたのでこれだけあればしばらくは持ちそうです。汎用の消耗品パーツもあるかもしれないです。後で探してみよう。セッティングに戻りまして、切断に必要なエアーの圧力調整、3から5バールのエアー圧力が必要みたいです。この圧力計はメガパスカル表示なので作業内容によって 0.3 から 0.5 の間でエアー圧力を調整する感じです。まずは最低の 0.3kg フォースで使用してみます。それでは電源オン。液晶パネルに数値が出ました。点灯したランプの詳細はこんな感じです。ポストフローとプレフローはシールドガスの調整用みたいですが、今はそのままの設定で使えます。使ってみていろいろと覚えていかないと。赤いマークのセレクターが左右についています。一番下が電圧の設定、右のダイヤルで設定できます。鉄板の厚さに合わせて細かく調整できそうです。セレクターでガステストに合わすとエアーがトーチの先から出てきました。どれくらいのエアーが出てるかをチェックする項目でしょうか。トーチのトリガーを握ってみます。
どうやら2段階のトリガーになっていて、軽く握るとエアーのみ、もう1段階握るとプラズマが発生します。それでは切断開始。試しに L 型アングルを切ってみます。アングルの厚みは約 5mm です。この厚みならまだグラインダーや高速切断機で余裕な感じですが、お試しなのでまずは最低電流 10A、 エアーは 0.3 で予想通りでした。表面が少し溶けただけです。エアーの圧力は分かりませんが、電流が足りてないのはおっちゃんでも分かります。それではもう少し電流を上げてみます。今度は 30A、 エアーは変更なしの 0.3 で、そしてローラーも装着。良い感じには切断できそうですが、移動スピードが速すぎるのか電流が低いのか、それともエアーの流量か、さっぱり分かりません。直角にトーチを当てないと切断しにくいような感じがします。 L 型アングルでも直角にトーチを当てる感じでゆっくりと動かせば1回で切断できそうです。やはり慣れが必要です。それでも 5mm くらいの鉄ならすぐに溶けるのでグラインダーより速いです。ただ切断面は綺麗ではないので上手に切れるようになるまで要練習です。100V でも 15mm の鉄が切断可能みたいなので、鉄材で工作できる範囲が広がりました。何回も切断を繰り返したので切断面は汚いですが、1回で切断できれば綺麗な断面で切断できそうです。それにしても汚い。グラインダーで綺麗にするのにも時間がかかりそう。次は薄めのフラットバーを切断してみます。フラットなので切断は簡単なはず。ガイドローラーが脱輪しなければ1回で切れてました。3mm の薄い板なら楽に切断可能です。薄い鉄板を曲線で切ったり、グラインダーで切断できない箇所もトーチさえ入れば切断可能なので夢が広がります。新しい工具を手に入れて上機嫌なおっちゃんでした。では今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。